さて今回はですね、2025年の新型コロナワクチンについて皆さんも気になっているであろうこの率直な疑問、今更ワクチンを打つ意味って本当にあるのというテーマに最新の研究データをもとにズバッと切り込んでいきたいと思います。この数年で新型コロナの症状も、多くの人にとっては以前より軽くなったかなと感じられるようになりましたよね。そうなってくると、毎年ワクチンを打つのって本当に必要なんだろうかって思うのはすごく自然なことだと思います。で、その迷いっていうのは実際の行動にもはっきりと現れているんですよね。この数字見てみてください。同じシーズンのワクチン接種率を比べてみると、インフルエンザは 42% なのに対して新型コロナはなんと 21%、 半分くらいですよね。この大きな差っていうのはやっぱり多くの人が新しいワクチンの価値について何か確かな証拠を求めているということの表れなんだと思います。じゃあその確かな答えを見つけるために科学者たちはどうしたのか。そこで出てくるのがすごく権威のある医学雑誌ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシンに載ったある大規模な研究なんです。これがですね、非常に賢いやり方をしてるんですよ。ここからそのアプローチの秘密を一緒に見ていきましょう。ワクチンの本当の効果を調べるのって実は結構難しい話でして、なんでかっていうと、単純にワクチンを打った人と打たなかった人を比べちゃうと、元々の生活習慣とか健康への意識の高さみたいなワクチン以外の要素が結果に影響しちゃう可能性があるんですね。そこで今回の研究ではある見事な工夫がされているわけです。はい、ここが今回の話の肝です。研究チームが何をしたかというと、まずインフルエンザワクチンを打った人たちっていうある程度健康への意識が似ている集団に注目しました。そしてその中でインフルエンザワクチンだけを打ったグループとインフルエンザワクチンに加えて新型コロナワクチンも打ったグループの2つを比べたんです。全く打たない人との比較じゃないんですね。なんでわざわざこんな比べ方をしたんでしょうか。そこには研究の精度をぐっと上げるための大事な理由があるんです。その理由がこの健康なワクチン接種者バイアスっていうやつです。簡単に言うと、ワクチンを積極的に打つ人ってもともと健康意識が高くて普段からいろいろと気をつけている人が多い傾向にあるんですね。だからそういう人たちをワクチンを全く打たない人と単純に比べちゃうと、ワクチンの効果が実際よりも高く見えちゃうかもしれない。そういうデータの偏りをバイアスって言うんです。でも今回の研究はそこがうまいんですよ。比べる2つのグループはどっちもインフルエンザワクチンは打とうって決めた人たちなんです。つまり健康への意識レベルがある程度揃っている。この賢い比較方法のおかげで、さっき言ったバイアスをぐっと減らして純粋に新型コロナワクチンを追加で打つことがもたらす効果だけをはっきりと浮かび上がらせることができたわけです。さて、じゃあこの信頼できるやり方で一体何が分かったのか、いよいよ結果を見ていきましょう。さあお待たせしました。いよいよ研究の主な結果です。この2つのグループを半年間追いかけて集めたデータから、もうびっくりするくらいはっきりとした傾向が見えてきたんです。それが保護効果のグラデーションです。まず最初の数字、ドン、29.3%。これは何かというと、新型コロナワクチンを追加で打つことでコロナ禍が原因で救急外来にかかるリスクがこれだけ低くなるということを示しています。軽めから中くらいの症状に対する確かな効果があるってことですね。次にもっと深刻なケース、入院です。このリスクはなんと 39.2% も低くなりました。救急外来のリスクよりもさらに高い効果が出ているのが分かりますよね。そして最も重要な指標、死亡リスク。これについては実に 64.0%。これはかなり大きな効果が示されたと言っていいと思います。この数字が今回の研究の一番強いメッセージかもしれません。つまりここが一番のポイントなんですけど、救急外来、入院、そして死亡等健康への影響が深刻になればなるほど、ワクチンの保護効果が段階的にぐぐっと強くなっていく。この綺麗なグラデーション、これこそが今回の研究が明らかにした最も重要な発見の一つなんです。この表がここまでの結果をまとめたものです。これ2つの見方があってどっちも大事なんです。左側のワクチン有効性っていうのはリスクが何%減るかっていう相対的な効果ですね。死亡リスクが 64% 減るって聞くとすごく強力に感じますよね。一方で右側の列は、じゃあ具体的に何人の深刻な事態を防げるのっていうより現実的な絶対的な効果を示しています。例えば1万人がワクチンを打つと 2.2 人の死亡と 7.5 人の入院を防げる計算になるということです。この2つの視点を持つことがワクチンの価値を正しく理解する上ですごく大事なんですね。さて、これらの研究データ、僕たちの実際の生活にどう当てはめたらいいんでしょうか。ここからは皆さん自身が判断するためのヒントになるような情報を見ていきたいと思います。ただ、この研究論文、すごく冷静な視点も示してるんです。この引用にもあるように、さっき見た1万人あたり 2.2 人みたいな数字は絶対的な数としては小さいよねと。これってワクチンの効果が低いって意味じゃなくて、そもそも今の新型コロナで重症化する人の割合自体がパンデミックの初期に比べてかなり低くなっているからということを反映しているんじゃないかと言ってるんですね。そしてもう一つ知っておくべき大事なことがあります。それは
ワクチンの効果が永遠には続かないということです。この研究ではその効果が時間とともにどうなるかというデータも示されています。このタイムラインを見てください。救急外来、入院、死亡を全部ひっくるめた効果は、接種してすぐの2ヶ月間は 37.4% ですけど、それが半年後には 21.4% へと、だんだん下がっていくのがわかります。効果が時間とともに少しずつ薄れていくということですね。それでは今回の分析から見えてきたポイントをまとめてみましょう。まず1つ目、最新のワクチンは追加で打つことで確かに保護効果を上乗せしてくれます。2つ目、その効果は入院とか死亡とかより深刻な事態に対してこそ一番強く発揮されます。3つ目、このメリットは特定の誰かだけじゃなくて年齢とか持病に関係なく幅広い人で見られました。そして最後に大事な点として、その効果は半年くらいかけてだんだん弱まっていく傾向があるということです。最終的に僕たちはこの問いにたどり着きます。そもそも重症化する絶対的なリスク自体が小さくなっている今、ワクチンが与えてくれる意味のある保護って一体何なんでしょうか。そしてその価値を自分にとってどう判断すればいいのか。これにたった一つの正解はありません。でも今回見てきたようなデータは、皆さん一人一人がご自身の、そして大切な人の健康について情報に基づいて納得して判断するための一つの確かな光になるはずです。